動くガンダムプロジェクト再始動。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。はい、おはようございます。お久しぶりです。ご無沙汰してます。安全率が変わった。すごい久しぶりなんで搭乗の仕方が忘れてますけど、お願いします。現場を関さんのゆるいジョークも復活。皆様お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。約1ヶ月ぶりに見慣れた光景が山下ふ頭に戻ってきました。現場の様子も気になりますが、今回のテーマはデザイン。おなじみの78だけど結構違うし、かなりかっこいい、もっと知りたいということで、カールさん、はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。ガンダム愛と腰の低さは圧倒的。デザインを手掛けるマエストロ川原さんをいじり倒して聞いていきます。あれですね、あんまりいじらない感じで真面目にやっていただけるということで。もちろんです。川原さんにしか聞けないデザインの秘密、たっぷり教えてくださいね。動くのかガンダム、夢への挑戦。第11話、動く78デザイン大解剖。今回いじるのは頭の中だけです。さあマエストロ、ガンガンいきますよ。まずはこれを聞かなきゃ始まらない実物大ガンダムのデザインで一番大切にしたことは？僕らがやるときはどうしても周年のイベントという形でガンダムに携わることが多いので、そういう時はやはり最初の、安彦さんとか大柄さんの描かれたガンダムのイメージに寄せていくように基本は意識はしてます。やはりあれですよね、78のガンダムって難しいのは、チャレンジしすぎて元のイメージを崩しちゃったらまたやっぱファンにとって違うものになっちゃうし、出過ぎても良くないんだけど何もしないとまた良くないっていうところで、基本に立ち返ってデザインを考えるというマエストロ川原さん。確かにアニメ版と今回の動くガンダム全体の印象はあくまで78。でも初期アニメは丸みを帯び、動くガンダムはシャープな印象。全然違うけどそれぞれを RX78 として見れる、この絶妙なバランスが大切だという。続いてはマエストロのデザイン進化を見ていこう。立像から動くガンダムへ、注目のポイントはどこですか？この肩のここですね、それから肘、それから当然太もも、それからこういう膝ですね。そこに実際モーターと減速機というブロックがここに存在するんですよね。で、やはり実際の中に入っている機械のボリュームをデザインの中で吸収しなきゃいけないんで、こういうところは逆に張り出しているような形になっているそういうことです。おお、なるほど。中にメカが入るという条件を逆手に取った肩のホイール。さすがマエストロ。他にもここの距離とここの距離が、同じ長さじゃないと、いわゆるパンタグラフのより畳めないっていうことが僕も全然分かってなかったんですけど、従来型のガンダムよりちょっと低いんですよ。で、足を長く見せるデザインのポイントとしては、この関節の位置が上にあった方が当然かっこいいんです。でも今回のガンダムはそれがちょっと下にあるっていうのが特徴であり、なおかつリアリティだと思ってます。なるほど、進化のポイントはリアリティなんだね。見るとももとすねの長さを均一にしながらも膝の低さをカバーするため、膝のパーツを長くしたんだって。もうお気づきですね。動くガンダムとは立像を動かすことではないのです。立像を 2.5 次元の存在だとすれば、動くガンダムはデザインと設計が融合した別次元の存在なんです。ところで皆さん、ガンダムを動かすにあたり最大の課題って何だと思いますか？正解は軽量化。今この世に存在するモーターの中でも超強力なものがついているガンダムですが、とはいえ限界はあります。そのモーターで動かせる重量に収めないといけないんです。ただガンダムといえばガンダリウム合金、相当お値段も高いし重いはずですが、どれくらい使われてるんですか？ですね、ガンダリウム合金はですね、ちょっと宇宙空間に生成にするちょっと時間がどうしてもスケジュール上取れなかったので、残念ながら採用できてないんですが、アナハイムエレクトロニクスのバックについて膨大な予算を投入していただければいけるんじゃないかと思うんですけど、惜しくも時間と資金が足りずガンダリウム合金は使えなかったですが、その代わりに使ったのがFRP というガラス繊維とプラスチックでできている素材を使ってます。 FRP、
ファイバーリインフォースドプラスチック。軽くて加工しやすいプラスチックと変形しづらいガラス繊維を混ぜた強化プラスチックの一つ。簡単に言ってしまえば軽くて丈夫だから FRP は動くガンダムにもってこいの素材。特に重心から離れている腕や足にはカーボンファイバープラスチックが使われ、より軽量になっている。軽量化に成功し、重量はおよそ25トン、立像と比べると10トン、原作のガンダムと比べると18トンもの軽量化に成功しているんです。ここで軽量化とデザイン変更の一例をご紹介。実はハンドは立像と比べて 10% ほど小さい設計になってます。手が小さくなれば合わせてサイズが変わるのがビームサーベル。手の大きさに合わせてサーベルを細く短くしたのだそう。軽量化という条件をデザインセンスとガンダム愛で進化に変えた川原さん、さすがマエストロ。自粛も明け、続々と山下ふ頭に搬入される外装たち。でかい、かっこいい、カラフル。ちなみにパーツ数はどれくらいあるんですか？最終のカウントができていないんですけど、だいたい200を超えたぐらいの数になってくるんだと思います。なんと200パーツ以上ってちょっとストップ。あれ、同じ赤でもちょっと色が違うぞ。ここにもどうやら進化が隠れてそうな。ねえマエストロ、これってどういうこと？やはり今回動くので、やっぱ動きそうなところってこの色をあえて分けたりとかしてます。例えば同じ赤でも濃い赤と薄い赤があって、そこが塗り分けられてたら、もしかしたらここがずれて動くんじゃないかっていうふうに思ってもらえるかもしれないですね。だからいわゆる今回動かしたかったんだけど動かせなかったところって正直あるんで、そういう部分で動きそうだよねっていうようなところをちょっとやっぱ作っている、カラーリング的には作ってます。足首やかかと、太ももなどで色のトーンを変えている。見ている人の想像力を刺激するカラーリング。マエストロたまりませんね。そういえばさっき気になることが。今回動かしたかったんだけど動かせなかったところ、たんだけど動かせなかったところ、たんだけど動かせなかったところ。ねえマエストロ、一体どこのこと？本当に一番やりたかったのは、膝曲がったらここのカバーがこうなるっていうことが結構ギリギリまでねこれやろうとしたんですよね。ただやっぱ最終的に重量の問題でこれはできなかったんですけど、もう一つこれもやりたかったけどやらなかったのはこの顔なんですけど、お面のところがですねちょっとこう動くんですよ。で下に下げるとちょっと目が優しい感じになって、ちょっと安彦さんっぽい顔になるんですよね。で上に上がるとちょっと目がきつい感じで割と最近のガンダムになるっていう。だからこのフェイスが動くっていうギミックができると結構表情変わるなっていうことで、これもちょっとやれればやりたかったんですけど。いくらでも湧いてくるアイディア。制作期間や設計の兼ね合いで惜しくも実現できなかった動きが10個あるそう。こういうディレクターズカット要素ってワクワクするよね。あ、ワクワクといえば富野監督が現場に来た時の発言。もう少しおっぱい感が欲しい。強烈なアイディア含め富野監督からのいろんなワクワクアイディアどうなりました？今回はそういった意味で柔らかいラインというよりは全体に広がっていくような形のラインと、結果的にモーターが入ったりすることでちょっとアスリートっぽいフォルムに、なったなと。結果的に富野監督と理想のフォルムを追求した結果、動いた時の迫力を考え柔らかさよりも筋肉質なアスリート体型に仕上がったという。その中でも富野監督のワクワクアイデアがこちら。テスト段階のガンダムという設定から角を保護する追加装甲をデザイン。これも動くガンダムならではのデザイン進化だね。ちなみにマエストロが言った全体に広がっていくようなラインというのがこちら。ガンプラ製作では当たり前になっている筋彫りと呼ばれる作業で作られます。筋彫りとはパーツにラインを入れることでメカらしさが増しリアル感を増幅させる作業のこと。動くガンダムの筋彫りにもかなりこだわりがあるんです。それはね割と意識してるんです。なんでこの辺りを中心にして全体に放射線状に筋が入っているっていう形で、それが動いた時にちょっと動きを強調して見えるんじゃないかな。それが意外と今まで78っていうフォーマットの中でやってそうでやってなかったのかな。放射状にラインを入れることで遠近感が強調され動きがダイナミックに見える。こういうディティールがよりかっこよく迫力を演出してくれるんだね。最後にマエストロにこんなお願いをしてみた。78を書いていただくこと可能でしょうか？それはもう書けと言ってるわけですからね。書いてください。
けるかな。7して難しいんです、線が多いから。と言いながらもすぐにペンを取ってくれるマエストロ。走るペン先からガンダム愛が溢れてます。そういえばガンダム愛に目覚めたきっかけって何だったのかな。ちょっと我々年代が初めてガンダムという作品に出会ったのって中3か高1ぐらいだったんですけど、やっぱ思春期のね16歳とか17歳の頃に出会った物語っていうのがその人の一生を左右するみたいな話があって、僕らは、それに近い年代でやっぱ触れてるんですね。特にやっぱ富野さんの作品のアニメーションとかやっぱその時に連発毎年新作作ってらっしゃったんで必ず影響を受けてしまって、でそれがある種自分のいろんな価値観のベースになっているところがあって、でそういう人が多分日本中にいっぱいいたんだろうなと思いますよね。思春期に出会ったガンダムが根底にあるという川原さん。今度は川原さんが次世代の人たちに影響を与える番ですね。次回、ここまで長かったけどガンダムの骨ついに見納めということで設計ツアーで骨の際まで迫っちゃいます。イエイ。なのでガンダムが実はガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下ふ頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるのでオープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。